世界的に知られる観光地京都。そんな京都の片隅にひっそりと佇む町があります。福知山。お城や神社、歴史ある建物に昭和レトロも大渋滞。知らないままではもったいない。そんな福知山の魅力をたっぷり巡ります。高速バスで福知山駅に向かっています。特急列車にも引かれたんですが、料金と所要時間で高速バスに軍配が上がりました。神戸三宮からだと1時間半2000円です。安い。一度乗っちゃえば目的地まで座りっぱなしで着くし、いやー、バスの旅癖になりそうです。さて福知山、大河ドラマキリンが来るで注目されましたよね。明智光秀が築いた城下町として知られています。でも個人的に楽しみなのは時間の止まり具合。味わい深い風景が広がっているとのことで楽しみにしてきました。はい、到着。福知山駅です。独特な形の駅舎が迎えてくれました。さてこの形、何をモチーフにしていると思いますか？この地方に伝わる盆踊り、福知山踊りでかぶる編み笠だそうです。斬新です。で、時間の止まり具合が楽しみなんて言いましたが、なんだかイケてる建物もあります。失礼しました。次に1両編成の可愛らしい電車を発見。しかも2色並んでます。こちらは時間が止まってる風景です。ではまず観光客の強い味方、観光案内所へ伺います。係の方に見どころを尋ねると、パンフレットが出てくる。福知山の本気、ひしひしと感じました。たっぷり見どころを教えてもらって、いざ出発です。そうそう、駅の反対側、南側もちょっと覗いてみたら、蒸気機関車が鎮座してました。かっこいい。なんでこんなところにあるのかというと、鉄道とともに発展してきた福知山という歴史を伝えるためだそうです。実際に活躍していた本物です。あ、下の転車台も本物。京都鉄道博物館を思い出しました。あれもしびれました。ちょっと見てみましょうか。こちらです。蒸気機関車、どんな最新の車両にも負けない迫力があります。では駅の北側に戻って街に繰り出します。早速商店街という文字も見えて気分が盛り上がってきました。福知山どっこいせ祭りで盛り上がっている駅前を通って商店街に向かいます。どっこいせ祭り、なんかかわいい。400年以上の歴史を持つお祭りだそうです。ここ福知山にはお城があるんですが、お城を作る材料を運ぶ時の掛け声、どっこいせが始まりと言われています。私的にはよっこいしょでしょうか。よっこい正一を思い出した方、同年代です。話がそれました。ここから始まるのが福知山駅正面通り商店街です。観光案内所でもらった地図を見ると、この先も商店街が続いていました。まずはトップバッターを堪能します。
この商店街が最もにぎわっていたのは昭和40年代。90軒もの商店が並んでいて、行き交う人でまともに歩けないほどだったそうです。残念ながらその頃の面影は薄れていますが、古くからあるお店に混ざってスタイリッシュなお店もちらほら。空き店舗の改修や新しいお店の誘致も進めているそうです。駅前からドーンと続く一等地。新しい風が吹いて新旧共存な姿も楽しみです。そして商店街の端まで来ると、次へバトンタッチ、葵通りが現れます。こちらも福知山の商業の中心として栄えていましたが、昭和40年代、駅前に大型店ができてから苦戦して、今は営業しているお店もまばらです。とはいえ、個性があって可愛らしい建物が並んでいて、歩いてるだけでウキウキします。可愛らしい建物にレトロな地面の模様、ちょっとしたテーマパークです。建て替えられたり空き地だったりする場所にもきっと個性的な建物が並んでたんですよね。どんな通りだったのか見てみたかったです。さらに進むと昭和の香り漂う飲食街を発見。こちらも昭和40年代の最盛期には居酒屋やスナックが数十軒ひしめき合っていたそうです。高度経済成長期の企業戦士たちが休息を求めて通った場所、哀愁を感じます。そんな欲望渦巻く通りからすぐ、次は神聖な場所へ向かいます。明智光秀の登場です。歓楽街を抜けると広々とした公園、その傍らに神社が現れました。空気がガラッと変わります。さっき明智光秀の登場といったように光秀を祀る神社です。彼はこの地で素晴らしい政治を行い、大きな功績を残しました。なるほど、祀られるわけです。ただ神社の記録によると、もともとは別の神様を祀っていたとのこと。ではなぜ光秀も合流したのかというと、光秀亡き後、水害などの災害が何度も起こって、これは光秀の霊が浮かばれず苦しんでいるからかもしれないと町の人々が考えたから、光秀への感謝に加え、その霊を慰めるため神様として祀ったそうです。この静かな環境ならきっと穏やかに過ごしているはずです。こちらは水害の多かった福知山を守る堤防がご神体となった全国でも珍しい神社。福知山の歴史は水害を抜きには語れないようです。さあ、厳かな空間に癒されて充電完了。続いては神社からドーンと伸びる参道。気になっているお店があるんです。楽しみです。
御陵神社前にドーンと伸びる参道、広小路商店街です。で、ちょっと商店街っぽくないんですが、以前はこの大きな通りの両サイドに片側式のアーケードがありました。その古くなったアーケードを撤去、電線を地下に、歩道や道路も整備して大規模なリニューアルがあったそうです。さらに城下町らしい外観に建物を整えたり、なんと7年かけて生まれ変わりました。通りで今時のお店もちらほらあって、老舗とのコントラストを感じてました。伝統とモダンが交差する味わい深い街並みです。こちらは福知山市で唯一の映画館、福知山シネマです。映画館があるということは正真正銘、昔から町の中心だったのでしょう。一度歴史が途絶えた時期もあったんですが、町から映画館をなくしてはいけないと地元の皆さんが奮闘、復活しました。建物もその歴史も味わい深いです。この町は古いものを大切にするいい町だなと思いました。で、さっき気になるお店があるんですと言いましたが、今から向かいます。食いしん坊の私が気になるのはもちろん食べ物屋さんです。食いしん坊が気になったお店はこちら。創業明治39年、つまり100年以上続く老舗食堂です。さあ、老舗感にどっぷり浸かりましょう。と、メニューがめちゃくちゃかわいい。明治39年創業とは思えません。実は先代からお店を継いだ娘さんが店主となり、切り盛りされているとのこと。その店主さんの娘さんもお手伝いされているので、かわいいメニューにも納得です。家族ぐるみでお店を守ってるの素敵です。いただいたのは今日もとにかく暑いのでざるそばプラスカツ丼、暑さに勝つという気持ちも込めました。まずはカツ丼、とろっとろの卵に揚げたての分厚いカツ、おつゆが染みたご飯との相性も抜群です。続いてざるそば、カツオが香るお出汁は少し甘めで、子供の頃に食べたざるそばを思い出しました。美味しい。夏休みのお昼ご飯を感じる懐かしい味です。店内はすごく綺麗で、店主さんも料理を運んでくださるお父様も気さくで優しい。地元の方でにぎわっているのも納得です。そして福知山のこともたくさん聞かせてくれました。商店街の今をちょっと寂しく感じているというお話も、商店街好きとしてはその気持ち痛いほどわかります。お話ししてて地元への愛がひしひしと伝わってきました。美味しい食事をいただいて、楽しくお話できて、お腹も心も幸せいっぱいになりました。では街歩きに戻ります。次はこの旅で一番楽しみにしている場所です。食堂から歩いてすぐやってきたのは新町商店街。光がさんさんと降り注ぐアーケードにワクワクします。入り口の電気屋さんがいきなり渋い。これは期待が高まります。
この新町通りが生まれたのは明治時代、長い歴史を持つ商店街です。ただ営業しているお店は少なくて、空き地もちらほら。さっきの食堂の方が寂しそうに話されていたのはこの景色なんですね。お店があった頃には見えなかったはずの商工会議所が見えたり、切ない。シャッターが閉まっているところが多いですが、そのままここで暮らしている方もいらっしゃるそうで、なので建物や看板が壊されずに残っていて、全盛期そのままとはいきませんが、懐かしい風景を見ることができます。その一方で新しいお店もちらほら。静かな世代交代を感じます。そしてひときわ目を引いたのがこちら。とびきりナチュラルな店構え。これは女子が吸い寄せられるやつです。一応女子なので吸い寄せられましょう。カフェであり、ギャラリーであり、雑貨屋さん。こだわりの品が所狭しと並んでいます。まるで宝探し、興奮状態でかわいい、懐かしいを連呼して気がつけばクタクタです。ちょっとお茶休憩にします。材料にこだわったスイーツは店主さんの手作り。コーヒーも美味しい。私調べでは素敵な雑貨屋さんの店主さんは 100% 素敵。こちらもその通りでした。福知山にまつわる本をたくさん見せてもらいながら町のことを教えていただきました。なんとアルバムも。どんなにネットで探しても出てこないまさにお宝です。当時の新町商店街の様子も映っていて、今の街並みと比べることができました。さらに地図もいただいて、新しくできたお店を丁寧に書き足してくれました。地元の方の情報ほど心強いものはありません。この後の街歩きがぐっと濃くなります。そうそう、こちらのお店で思いがけない出会いもありました。それはまた明日に続きます。お楽しみに。名残惜しいですが、まだ商店街は続くので先に進みます。の前に、ちょっとおやつを買いに行きます。商店街の続きを歩く前におやつの調達です。風格のある和菓子屋さんにやってきました。おやつも気になりますが、まず建物。昭和3年に建てられた旧福知山信用金庫の本店だそうです。シンプルなフォルムが重厚感を醸し出しています。店内も上品で、これはしびれます。で、肝心のおやつはどら焼きが有名らしいです。さっきの食堂の店主さんが、私は赤いパッケージのが好きとおっしゃってたので真似しました。でもまだお腹いっぱいなので、ざるそばとカツ丼とシフォンケーキを消化してからのお楽しみにします。商店街に戻ってきました。今のうちにこの看板もこの風景もしっかり映像に残しておきたいと思います。
味のある看板が続々で迎えてくれました。少し日が落ちてきて暖かい色の照明が灯り始めたのも最高。昭和感増し増しです。来てよかった。ここを歩くためだけに福知山に来る、その価値のある通りです。ではここで今日お世話になるホテルへ向かいます。その後は晩ご飯。これまた気になるお店があるんです。今日お世話になるホテルはこちら、機関車ホテル。嘘です。アパホテルです。駅からすぐでとっても便利です。そしてお部屋はこんな感じ。広くはないですが、正方形っぽくて無駄のない間取りです。で、お楽しみのビューは山と街ビュー。十分十分、街が見渡せていい景色です。歩いてる時はあまり感じなかったんですが、山が近いです。で、いつもは晩ご飯の紹介を割愛することが多いんですが、今日はぜひ紹介したいお店があるのでバッチリお届けします。さあ、今日最初に歩いた商店街、覚えてらっしゃいますか？怒涛の商店街ラッシュだったので、もはや前世ぐらいの遠い話ですが、福知山駅正面通り商店街。今日の晩ご飯はその商店街にあるお店でいただきます。ちょっと店構えを見てほしいので、お昼間に撮った映像をどうぞ。かっこいいですよね。実はここも元銀行です。その背景を知ると、店名のクラフトバンク、いかにイケてるかがわかります。クラフト、そう、私の愛してやまないクラフトビール。醸造所であり、お食事もできます。カウンター越しにタンクを眺めながら飲むクラフトビール、たまりません。願いが叶うならタンクごとテイクアウトしたい。お店の方に好みを伝えて銘柄を選んでもらったんですが、3杯ともどれも外れなしでした。あとお料理もすごく美味しくてびっくりしました。これはめっちゃ丁寧に作ってるに違いない。お酒が苦手でもお食事だけで行く価値ありです。お店の方皆さん親切で、もちろんビールに詳しくて楽しい時間を過ごせました。ここは福知山に来たらマストです。また来ます。ということで、夜景を眺めながら1日目終了です。おはようございます。2日目の朝です。今日も福知山を堪能します。まずは昨日買ったどら焼きでやる気スイッチオン。おー、美しい。そしてうまい。やる気スイッチ入りました。では猛暑の中歩いて15分、しかもちょっと登る。街を見渡せるとっておきの場所へ向かいます。早速見えてきました。とっておきの場所。わかりますか？ちょっと大きくしましょう。さらに倍、ドン。そう、お城です。で、手前右に見えてるのが市役所。昔と今、町を守る施設が並んでるのが味わい深いです。見えはしましたが、もうちょい先、町の風景を楽しみながら進みます。町に溶け込むお城。町内会費を払ってるんじゃないかと思うくらい、ご近所さんとの距離が近いです。まもなく到着。ここから登っていきます。明智光秀が築いたとされる福知山城。光秀は城だけでなく、城下町の整備や川の氾濫にも備え、福知山の基礎を築きました。神社に祀られるほどの功績ですもんね。その後、明治時代の廃城令によって天守は失われましたが、市民の熱意によって昭和61年に再建。
街を一望できるそうです。早く見たい。ちょっとその前に石垣に注目。特徴があるんです。じっくり見てみましょう。明らかに毛色の違う石があります。これは天陽石。大急ぎでお城を作ったので、近くのお寺や墓地にあった石、ズバリ墓石なんかを使ったそうです。すでに形が整っていて積みやすいとのことで、そりゃそうですけど、あと地元を支配したというアピールでもあったとか、再利用の SDGs 的なことかと思いきや、そんなクリーンな話ではありませんでした。天守閣の入り口に到着しました。のんびりした空気が流れています。入り口にいた係の方とお話ししてたら、なんと昨日うろうろしてた商店街にお宅があるそうで、私が巡ったお店ももちろんご存知で、ご縁がいろいろつながりました。やばかったよね。大都会でもなかなかあんなに人おらんよねっていうぐらい。さあ、息も整ったので、いよいよ天守閣に登ります。中は福知山のいろんな資料が展示されてるんですが、撮影はできないので一気に登ります。はい、到着。美しい福知山の街が広がっています。昨日今日たっぷり歩いた街が見渡せて、なんかジーンとしました。登ってきた甲斐がありました。歴史に触れたところでもう一箇所、歴史を感じる建物に向かいます。おいしいものもついてます。お城から歩いてすぐやってきたのはこちら。全国的に有名なスイーツのお店の本店です。趣のある店構えは旧松村家住宅。明治の終わりから大正にかけて建てられた邸宅で、京都府の指定有形文化財にもなっています。いやー、素敵。さらに奥には白い洋館もあって、そちらはカフェ。お店で買った商品を持って行っていただけます。ということでお邪魔しましょう。和風の母屋とはまた違ったモダンでシックな佇まいです。まるで別世界にいるような静かな時間を過ごせました。続いては昨日マイマイ堂さんで出会った方のお店に向かいます。明日のお楽しみって言ってたあの件です。御陵神社前にドーンと伸びる参道にあった福知山シネマまで戻ってきました。
そのお隣、町の場というビルの2階にお目当てのお店があります。昨日マイマイ堂さんでこちらのお店の店長さんをお見かけして、本が大好きで古本屋さんをされていると教えてもらいました。しかも別の町から福知山に移住して、本にも店長さんにも興味があったので伺いました。いや、私が想像してた古本屋さんと全然違うんですけど、これはたまりません。天井までびっしり並ぶ本は時代を超えた名作から歴史、美術、絵本、漫画、サブカルなど幅広いラインナップ。だからといって何でもかんでも並べてるわけではなくて、店長さん自らが吟味して仕入れた本を販売されているそうです。なので本の状態もすごく良くて、古本だとは思えない綺麗さ。聞くところによるとお宝も混ざってるそうです。そしてカフェでもあるのでお茶をいただきながら好きな本を読むこともできます。あとお食事も侮るなかれ。材料にこだわったふわふわの卵サンド、めちゃくちゃ美味しいです。丁寧に入れるハンドドリップのコーヒーも格別。美味しい食事に良質な本、そして静かに流れるジャズ、もはやユートピアです。欠点はただ一つ、居心地よすぎて時間が解けます。こんな素敵なお店に出会えて、マイマイ堂さんでのご縁に感謝です。見どころ満載の福知山を巡ってきました。ただ古いものが残っているだけじゃなくて、古き良きものを大切にしながら今の暮らしの中に息づいている温かみのある街でした。そして人の温かさにも感激しっぱなし、ほっこりする旅でした。この動画を見て福知山でほっこりしたいと思ってくれたら嬉しいです。今回訪れた場所は概要欄に載せているので、ぜひ旅のヒントに。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価で応援してください。とても励みになります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ミラーボール？フィーバーせずにはいられません。